はい、皆さんお疲れ様です。今回ですね、オイル漏れ、これがね、止まってるかどうかはですね、再度ちょっと確認してみようということで、いきなりですけども、下の方に潜っております。オイル漏れのチェックはですね、何度かしてるんですけども、一向にちょっと止まってないというのが現状でして、この間ですね、綺麗にオイルも交換した後ということで、再度チェックをしております。やっぱりですね、下を見ますとにじみがありまして、よく見るとですね、ちょっとね、油滴がですね、こういうふうにやっぱりね、あるんですね。で上の方からですね、前回燃えていたようなんですが、今回ですね、どうやらこの周り、オイルパンの周りですかね、から漏れてるような気がいたします。はい、ということで、早速ですね、ちょっとこの、油滴とかをですね、ちょっとオイルのにじみをですね、きれいに清掃していきたいと思います。車のオイル漏れの場合なんですけど、やっぱりね、これどこから漏れてるかっていうのがね、一目でなかなかわからないところがですね、修理の難しいところですね。やっぱりね、こういうふうに、オイル漏れとかが発生した場合には、やっぱり一旦清掃して、こまめにですね、チェックするのが、とりあえず原因元を探るための、第一歩ということだと思います。こうやって清掃してるんですけども、やはりですね、冒頭申し上げた通り、どうもね、上の方から前はね、漏れていたようなんですけども、今回ですね、どうもこのオイルパンの周りがですね、怪しそうですね。上の方から漏れてる場合は、こっちのね、ミッションの、あたりまでね、にじみとかね、オイル、油滴がですね、あるんですけども、なんかね、その辺もないようなので、もしかしたらね、ちょっとこの上の方の漏れはですね、オイル漏れ止め剤がね、効いてるのかもしれませんね。一応これでこいつをですね、緩んでるわ、ちょっと。ちょっとね、増し締め。なんかね、緩んでる箇所が何箇所かありましたね。それが、もう原因かもしれません。これでちょっと様子また見てみます。はい、ということでですね、オイルパンの周りのボルト増し締めをいたしまして、やっぱりですね、何箇所か緩んでいるところがありましたね。で、それが原因でオイルが漏れていたとするならばですね、これでオイル漏れも止まるということなので解決するんですけども、ちょっとねこれであとはもっとね綺麗に清掃をしてですね、ちょっと様子を見るしかないというような状況になりました。はい、ということでね、一応今回のね作業はこれで終わりとなります。
はい、あとはですね、オイルの、量をね、チェックをして、このね、オイル減ってないかどうかも合わせて確認していきたいと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。